こんにちは、ゆうかです。今日は今年最後に熱海に日帰り温泉旅行に来ました。イエーイ。この後温泉を予約してるんですけど、予約までまだちょっと時間があるから熱海駅周辺をちょっと散策してみたいなって思います。そう、本当はサフィール踊り子で来ようと思ったんですけど、今こう見えても5時なんですよ。ちょっと5時からなんかもったいないじゃないですか。朝からたっぷり満喫できる時がいいかなって思って、今日はねちょっと我慢しました。私熱海すごい思い出があって、出身が静岡県なんですけど、高校時代の友達と離れ離れになっちゃったんですけど、その時にお別れ旅行で一緒にここに来たんだよね。だからめちゃくちゃ思い出深い場所なんです。じゃああっちの商店街行ってみようかな。ということで、今年最後は熱海の旅で締めたいと思います。温泉の予約まで1時間あるので、ちょこっとだけ観光してきます。平和通り商店街、思い出の場所です。商店街にはこんな感じで熱海で採れた魚の煮干しが売ってたりします。私いつもこういうお店でサキイカとか買っちゃうんですよね。ビールの相棒です。ここの商店街は6時くらいで閉まるお店が多いので、人が結構少ないですね。コミュ障にはありがたいです。静岡の人気のお土産コッコ、100回くらい食べたことある。美味しそうな匂いにつられて歩いてたら、温泉まんじゅう屋さんと目が合ってしまいました。ご飯食べたばっかりだし、今日は食べ歩きはいいかな。イーラまんじゅう一つください。一つね。はい。やったー。いや、これは違うんですよ。そういえば今年温泉まんじゅう食べてないなと思って、まんじゅう納めしておこうと思って買ってみました。イーラまんじゅうのイーラは静岡の方言でいいでしょみたいな意味です。ご飯の後におまんじゅう食べてもいいら、こんな感じで使います。同級生とのお別れ旅行の時はこの辺の喫茶店で何時間も思い出話したりとか、将来のこととかいろんな話をしたんですよ。懐かしいな。あの時はこうして YouTube やってるなんて想像もしてなかったです。せっかくなので仲見世通りの方も行ってみます。熱海バターあん、美味しそうだけどおまんじゅう食べたばっかりだからやめとこっかな。ドラえもんが最終回に食べてそうなめっちゃ豪華などら焼き。念のためお味のチェックもさせていただきます。仲見世通り、間違えた。予想通り美味しいです。こんな食べる予定じゃなかったんですけどね、旅行先だとつい食べ過ぎちゃいます。やばい、時間もない。急いで電車に乗って予約していた温泉旅館にやってきました。ここの旅館にも実は思い出があって、後でゆっくり話しますね。今日は竹林庵水野という旅館に来ました。宿泊客はここに泊まってるロンドンタクシーで駅まで送迎してもらえます。竹林庵水野には日帰り温泉もあって、1時間3000円で利用できます。受付を済ませて貸切温泉の鍵をゲットしました。今日は眺め湯の風に入れるみたいです。他にもいくつか貸し切り風呂があったり、庭園の見晴らし台には足湯があったりします。外の廊下をしばらく歩くと
貸し切り風呂の看板が見えてきます。今日は私は左側の建物ですね。到着しました。古民家みたいな雰囲気がとってもいい感じです。おー、めちゃくちゃ綺麗。結構広い。景色がすごい。あれ見えてるのが海です。貸し切りは1時間しかないのでちょっとだけ急ぎます。脱衣所にはエアコンもついているので冬でも大丈夫でした。時間がないから早くお風呂に入りたいけどじっくり紹介もしたい。髪の毛もまとめられたので早速部屋の中を紹介していきます。脱衣所の横にある謎の扉を開けてみると中はトイレでした。私はトイレ行かないから使うことはなさそうですね。洗面台は2人座れるスペースがあってアメニティもしっかり完備されてました。日帰り温泉なのにいろいろ充実しててありがたいです。他にも温泉水の化粧水とかヘアトリートメントが置いてあったりドライヤーもちゃんとあります。こっちは男性用かな？ポーラのスキンケアがありました。浴槽の横にはシャワースペースもあって肌荒れとか乾燥肌に優しいバー油のシャンプーとかが用意されてます。あとは炭洗顔とかクレンジングもありました。全体的にヒノキが使われてて温泉に来たなーって感じの優しい香りがします。ここの温泉は中性だから刺激が少なくてお肌にも優しいみたいです。それじゃあそろそろ入ろうかな。今日は今年最後に出す動画なので自分へのご褒美も兼ねて温泉旅行に来てみました。2024年も1年皆さん本当にありがとうございました。今年1年はね本当に YouTube を頑張った年だったなって思います。そう、実はここの温泉旅館私2年前に来たことがあって YouTube を始める前に来てそこで YouTube を撮りに来たんですよ。それが2023年の1月に上がってる動画なんですけど今年最後の動画何にしようかなって考えた時にちょっとねエモいことをしてみようかなって思ってまたここに戻ってきちゃいました。その頃はまだ YouTube 開設してなかったからとりあえず始めるためにストック動画を10本ぐらい貯めようって思って始めたんですけどそうとりあえず10本撮ろうって思ったうちの1本がこの温泉動画だったんだよね。あの頃はこんなに今 YouTube 頑張るなんて思ってもなかったな。自分でもびっくりです。本当にみんないっぱい見てくれてありがとうございます。私もどうやったらみんなが見やすいかなとかいろいろ考えて動画を作ってるんですけどでも結局動画を見てくれるのはみんなだからもう本当に見てくれてるみんなに感謝でいっぱいです。今ギリギリ見えてるかわかんないけど今日満月なんですよ。めっちゃ月が綺麗じゃない？すごいちょうど満月の日に来れました。私最近あんまり自分のことを語ってなくて喋るのが苦手っていうのもあるんですけどちょっと今日は今年最後だし頑張って少し話してみようかな。最近登録してくれた人たちは知らない人も意外と多いんじゃないかなって思うんですけど私 YouTube 始める前はアイドルやってたんですよ。でそのアイドルを辞めてグラビアのお仕事をしてたんですけど、グラビアのお仕事って月に 1,2 回雑誌の撮影があったりとかでもっと自分にできることないかなって思ってもっといろんなことやりたいなって思って
その時に YouTube 見るのがすごい好きだったから、私も YouTube 撮ってみたいなと思って、でその時期にちょうどグラビアの写真集のお話が来たんですね。でその写真集を販売することになって、でお給料をもらったんですよ。でそのお給料をもらったから、せっかくだから自分が本気でやりたいと思うことに使ってみようと思って、その時にカメラとパソコンを買ったんだよね。その時使ったカメラは本当もうちっちゃくて、どこにでも売ってるようなカメラだったんですけど、とりあえず買い揃えてよしやろうと思って、そのさっきも言ったようにストック動画をね10本撮って始めたんですよね。せっかく買ったからにはちゃんとやろうって思って頑張って動画投稿を始めて、もう2年経ったんだよね。早い、もう2年か。いやでも結構濃い2年だったんだよね、自分の中では。今年は特に濃かったですね。ちょっと今年出した動画振り返ってみようかな。年始始まってからベトナム動画アップして、あとキャンプしたりあとなんといってもパパクリッパだよね。今年は本当にパパクリッパにはお世話になったな。いろんなところ行ったな。日本一周も今年で何軒だろう、9軒ぐらい行けて、結構ねパパクリッパ生活楽しかったな。これからも続くんですけどね。たまにもうやめちゃったんですかって言われるんだけど、最近ちょっと他の乗り物に浮気しがちなんですけど、全然やめてなくて、来年も日本一周はするから、まだ行ってない県の皆さん待っててください。その後は台湾行ったり、あとアメリカも行ったのかめっちゃ海外行ってる。来年もまた海外で撮りたいな。どこ行きたいかな。タイとか行きたいかも。タイとかフィリピンとかも気になってる。結構ね東南アジア系が好きで、そっちの方行きたいなって考えてるんだよね。やばい、暑くなってきた、汗があとは最近になってくると乗り物系か。いろんな乗り物乗ったな。乗り物結構私好きで楽しいんだよね。結構コメント欄とかも参考にしてるんだけど、みんな面白いなんか乗り物とか私が知らない乗り物教えてくれて、マジで助かってる本当にいつもコメントとかもしてくれてありがとうございます。最近乗った乗り物だったらフェリーとか夜行バスとか寝台列車、飛行機、いろいろあるんだけど、何が一番楽しかったですかってよく聞かれるけどね、自分の中でも順位つけるのが難しくて、優柔不断すぎて私ちょっと1位決めれないタイプだから、2位はそうだな、2位はねグランクラスですグランクラス本当に快適だったの。お酒も飲み放題だったしね、すっごい楽しかったでもフェリーも結構楽しかったからな。フェリーも捨てがたい。寝台列車も結構好きだし、そこ3個同率2位かな。ちょっと2位多いんだけどそう、私のチャンネルのテーマがやったことないことにチャレンジするっていう、もうこれはチャンネルを作った初期から決めてるテーマなんだけど、最近のその旅行系とか乗り物系がまさに私が今までやったことないことたちで、本当にね毎回ワクワクしてるんだよね。マジで楽しいやばい、落ちる。よくコメント欄で言われるのがゆうかちゃんと一緒に旅してるみたいで楽しいですみたいなことを言ってもらえるんだけど、私一人で旅しながら今ちっちゃいカメラで撮ってるんですけど、オズモっていう、それもみんなだと思ってみんな小人なんだけどみんなと一緒に旅してるって、一人だけど一人じゃないみたいな気分で撮ってるんだよね。だから私もねみんなと旅してる気分なんですよね。めっちゃ綺麗。景色がすごくない？そう、待って、ちゃんと見せたいなんかやっぱり肉眼で見た方が綺麗。こっちめっちゃ涼しい。また満月がいる。ついてきたかも。
今年はね、本当に YouTube 始めてよかったなって思った1年でした。もうこうやっていろんな方とみんなと出会えたし、私もすごく幸せでした。改めて本当に1年間ありがとうございました。ということで、ここで皆さんに大切なお知らせがあります。昔から応援してくださっている方も、今新しく応援してくれている方にも朗報です。てけ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 ててん。3月22日に私と直接会えるオフラインイベントが決定しました。イエーイ。ちょっと告知下手だな、私。直接会えるっていう、ファンイベントみたいな感じに思ってもらえたら大丈夫です。全然難しく考えずに、私と会ってお話ししたり、一緒に写真が撮れたり、一緒に遊ぼうよっていうイベントです。だから気軽に来てほしいです。3月22日に東京の渋谷でやるんですけど、ちょっと詳しい詳細が今ね、時間結構迫られてて、難しいので概要欄に貼っておきます。今この瞬間から下の概要欄からチケットの購入リンクに飛べるので、そこからぜひ見てください。メンバーシップに加入している方と、あと S 席を買ってくれた方には特典がつくので楽しみにしててください。何かは内緒です。私がついてくる可能性は 2% ぐらいです。あとレディース席も作るので、女の子も怖がらずに来てくれたら嬉しいです。最近女の子からのメッセージも来てめっちゃ嬉しいんだよね。だからぜひ会いたいです。よし、温泉も入れたし、お知らせもできたし、そろそろ寒いから中に入ろうかな。いやー、本当にね、来年はね、もっともっと頑張る年にしたくて、今年よりもさらにパワーアップしたチャンネルになると思うから、まだ目を離さず、目を YouTube にくっつけて、私を見守っててくれたら嬉しいです。こんな私ですが、これからも来年もお願いします。ということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。高評価とチャンネル登録と、コメント待ってます。今チャンネル登録すると、今年最後にチャンネル登録した人になります。じゃあ、バイバーイ。良いお年を。